さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうお米で作るもちふわの紅茶のシフォンケーキ、こちら作りたいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、これアルミの底が取れる17センチの型になってます。これ紙とかだと滑っちゃうので、必ずアルミで用意しておいてください。はい、これお水なんですけど、あとお米ですね。これを中に入れて、で一応ラップをしてもらって、これ一晩水を吸わせてください。一晩吸わせて柔らかくなった状態で使っていきます。はい、これ冷やしといたやつですね。一晩これを開けちゃいます。で吸わせないとさすがに硬すぎるので、必ず吸わしといてください。はい、これで準備 OK です。はい、これ卵を卵黄と卵白に分けていきます。はい、そしたらここからミキサーでやっていくんですけど、これちょっと蓋開けてここに入れていきます。まず水からですね。水入れます。でさっき割った卵黄ですね。卵黄入れます。で今日チョコレートが入るのでチョコレートも入れます。で今回レシピ見てもらうと分かるんですけど、サラダ油一切入ってなくて、このチョコレートの油を使って固めるような感じです。はい、今チョコ入ったので次ですね、茶葉ですね。茶葉をこれの茶葉を入れていきます。はい、そしたらこの後最後お米ですね。お米入れます。はい、これであとはミキサーにかけていきたいと思います。はい、ミキサーでペーストができたら、これ卵白にお砂糖を全部一気に加えちゃいます。よくね、何回かに分けるとかあるんですけども、そんな全然しなくていいので一気に入れてください。でミキサーでちょっとこうなじませて、これで一気に泡立てていきます。はい、これ今最高スピードで泡立ててたんですけど、これねちょっとよく見ると少し気泡が荒くて、これ今マックスの5番で立ててたんですけど、ちょっと中速でもう1分ぐらい泡立ててキメを整えたいと思います。さあできました。これぐらいしっかり泡立ててください。見てください。立てても横にしても全然大丈夫なぐらいのしっかりとしたメレンゲが立ちます。これをさっきのペーストと合わせていきたいと思います。はい、これメレンゲとこれペーストですね。これペーストの方見てください。チョコレートそのまま入れても全然綺麗にペーストになってます。お米の感じも全然ない状態です。でさすがに硬さが全然違うので、メレンゲの一部をこっちに加えます。でここでしっかりなじませてからまた戻すっていう混ぜ方ですね。これ全然潰れちゃってもいいので、ここでしっかり混ぜてください。はい、そしたらこれを戻していきます。はい、これ今入った状態ですね。これをこうやって下から上下から上って混ぜていきます。はい、これ2つが混ざったらこれを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ今生地が流れたんですけど、これちょっと型の性質上中に空気が入っているので、竹串とかでこうやってくるくる軽く混ぜてあげます。そうするとよりキメが整って中がきれいに均一に焼けるので、やってみてください。はい、これで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。すごい弾力あるな。なんかふわふわなんだけど弾力ある感じする。うん、おいしい。なんかいつも使ってる米粉よりもめちゃくちゃもちもちしてる。これでロールケーキ焼いてもいいかもしれない。ロールケーキ焼く、これ焼いてロールケーキ巻いてもいいかもしれない。もう美味しいですよ。さあありがとうございます。これねちょっとポイントのおさらいなんですけど、今回お米使ったじゃないですか。でお米正直多分ね何でもいいんですけど、必ず一晩水につけてください。それで柔らかくして使うっていうのが結構ポイントです。お米によってちょっとね水分量違ったりするんですけど、それはもう皆さんちょっと試してもらって、僕らもね結構テストしたんですけど、もう多分ね何でも大丈夫。やってみてください。あとは今回ミキサーでこうビューって混ぜたんですけど、2分ぐらいでお米粉砕できました。バイタミックスだったら。でフードプロセッサーとかだったらちょっと時間違うかもしれないんですけど、ぜひ皆さんお持ちのものでやってみてください。多分めちゃくちゃ簡単にできるのでね、ぜひやったらいろんなアレンジができると思います。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。